こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は2024年12月4日。ここは東京駅の八重洲口の JR 高速バス乗り場。ここに来たってことは、今から高速バスに乗るんだな。そう。まだ18切符のシーズンじゃないし、安く長距離に行くとしたら、高速バスに揺られるしかないのよね。ほうほう。で、どのバスに乗るんだ？今回乗るバスは、20時20分発の、スサノオ1号。松江駅出雲市駅行き。むむ。関西を通り過ぎて山陰までバスで行くのか。そう。鉄道オタクなら、サンライズ出雲に乗るところなんだけど、あれ結構高いのよね。一番安いのびのび座席で、16,000円。まあ、JR は運賃だけでも高いからな。高速バスなら、なんと、9,300円。半額とはいかないまでも、結構安いな。バスがやってきました。おお、2階建てなんだぜ。バスは JR バスご自慢のアストロメガ。1階が4列シートで、2階が3列シートになってます。で、どっちに乗るんだ？まあ、夜行だし。せっかくの2階建てバスなら、やっぱり2階でしょ。スマホの QR コードを提示して乗り込みます。入り口すぐに見えているのがトイレ。これが4列シートか。これが3列シート。通路は狭いし、頭上の棚も狭いので、大きな荷物はトランクに預けた方がいいでしょう。座席は4番目の右側。ここの構えに買ったんだけど、最前列は埋まってました。最前列は不安がいるからな。東京駅での乗車率は4割ぐらい。真ん中の列は空いてました。着席しました。20時22分、出発です。カーテンは閉められているので、隙間から撮影してます。夜行バスは車窓が見えないから、これがちょっといまいちなんだよな。カーテンをまくり上げれば見えないこともないんだけど、ずっとまくり上げてるわけにもいかないので、どこを走っているのかさっぱりわかりませんでした。この後バスは、バスタ新宿に行くかと思ったら、すぐに首都高に入って、気づいた頃には東名高速を走ってるんだよね。バスタ新宿を経由しないバスもあるんだな。さて、座席なんだけど、前後の間隔は、飛行機よりは全然あるけど、新幹線よりは狭いかな。レッグレスト、フットレストはあるし、リクライニングは座席ごと後ろに傾くって感じで飛行機より快適。おお、早速いっぱいあるんだな。高速道路では酒は売ってないからね。東京駅で調達してきました。電源は USB ポートが完備。Wi-Fi も完備してます。これでスマホを見てれば、とりあえずの暇つぶしができるな。そうそう。この時のために、ダイソーで多機能スマホホルダーっていうものを買ってきました。むむ。座席の取っ手につけてみました。これで、ずっとスマホを持ってなくてもいいんだな。バスの揺れが伝わって振動するけど、そんなに苦にならないし、十分使えました。これで動画は見放題だぜ。ちなみに動画はあらかじめダウンロードしてきたよ。21時35分。御殿場手前の鮎沢パーキングエリアで休憩。1時間ちょっとでもうこんなとこまで来たんだな。この次の休憩は翌朝になるし、お店もやってないので、飲み食いしたい人は東京駅で買ってきましょう。ここを出発したら消灯になります。消灯といっても、青い光がつくんだな。あとは寝るだけなんだけど、2階なのか結構揺れるのよね。道路の舗装の継ぎ目で揺れるし、音もガタガタ言うので、結局一睡もできませんでした。眠りたい人はサンライズ出雲の方がいいかもな。24時、愛知県のモックル新城に到着。ここで運転士の交代が行われます。バスは止まりますが、休憩に降りることはできません。ここ以外にもちょくちょく止まって休憩してたんだぜ。長らくのご乗車お疲れ様でした。車の休憩地、蒜山高原サービスエリア到着いたしました。こちらで小休憩をお取りいたします。朝6時。バスは島根県の手前の蒜山パーキングエリアに到着。
まだ真っ暗だな。昼前を出発して、6時40分頃になると、明るくなって、台線も見えてきました。大変長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく松江駅到着いたします。お降りの先7時20分、松江駅に到着です。サンライズ出雲より早く着くんだな。この後、宍道湖沿いを走って、途中玉造温泉とかのバス停はあるんだけど、降りる人はいませんでした。8時20分、出雲市駅に到着。ここに来て、出雲と松江が違う街だってことを、初めて知ったぜ。8時45分。バスは出雲大社のバス停に到着。ここで終点になります。こんなところまで来てくれるんだな。ほとんどの人は出雲大社が目的だからな。出雲市駅で降ろされても困るんだぜ。バス停と出雲大社は100メートルも離れていません。ちょっと歩いただけで聖だまりが見えてきます。聖だまりに来ました。バスが走り去っていくな。ここが出雲大社。ブラタモリで見たのと同じだな。確かにここが一番高いんだぜ。ブラタモリでは真ん中は神様の通り道だから歩くなってことでしたが、なんのことはない、松の根っこの保護のために歩くなと書いてある。拝殿です。参拝終了。出雲観光終わったな。神社はお寺と違って本尊とか見せてくれないしね。本殿の裏手の方をぐるっと回って、次に行きましょう。高さ24メートルと言われる本殿です。確かにでかいな。参拝を終えて、市畑電車の出雲大社駅に。これで松江に向かいましょう。これに乗っても、ちょっと乗ったら、すぐ乗り換えになるんだけどな。宍道湖の北側を1時間ぐらい走って、松江に到着。島根県で一番美味しい蕎麦屋があるというので行ってみました。手打ち神代蕎麦さんです。食べログ 3.72 なんだぜ。こちらが名物の山菜割り粉、1480円。お味は？蕎麦はうまいんだけど、つゆというか出汁が、西日本仕様で、かつお出汁がガツンと効く関東のつゆと比べると、物足りないんだぜ。まあ、これは仕方がないね。松江といえば、国宝松江城。国宝だから、登ってみましょうか。天守閣見るといつも思うんだけど、これは何風の建築なんだぜ？これがブラタモリで言ってた、国宝への決め手になった木札が貼ってあったところ。タモリに言われて、ちゃんと案内するようにしたんだな。急な階段を5階まで登って、最上階です。あの辺りに台線が見えるらしいんだけど、曇ってるんだぜ。こっちは宍道湖方面。まあ、松江城と宍道湖を見たから、これで松江観光は十分かな。そうね。ほぼ徹夜だから、ホテルに行きますか。今宵のお宿は、松江からまた出雲の方に移動したところにある、湯の川温泉湖清掃。源泉かけ流しなんだぜ。ちなみに辺りに何にもないので、買い出しとかは松江のイオンでしてきましょう。まあ、何にもないわけじゃなくて、プラントっていう巨大スーパーがあるんだけど、1キロぐらい歩いたんだぜ。そこで、スーパーに行ったついでに、出雲そばを買おうと思ったら、信州そばしかなかったんだぜ。出雲そばは観光客が食べるものだからね。こちらが今宵のお部屋。10畳のお部屋です。お、いい感じなんだぜ。眺望は、雑木林が見えるだけで、大したことない。ちなみに、ここから1キロぐらいのところに、出雲空港があって、うるさいほどじゃないけど、
離発着の音が聞こえてきます。田舎の空港の割には離発着があるんだよな。それと、この部屋には Wi-Fi がないのが残念。ロビーにはあるんだけど、この辺は改善してほしいよな。トイレはシャワートイレです。お風呂は加温加水なしの源泉かけ流し。真夜中でも入れる源泉かけ流しってのがここに来る決め手になったんだぜ。こちらが夕食。鍋はしゃぶしゃぶです。これ以外にも揚げ物とデザートコーヒーがありました。コーヒーってのが温泉宿では珍しいな。こちらが朝食。なんか親戚の家にお呼ばれしたような、素朴なものが多かったんだぜ。ご清掃のお値段は、じゃらんで予約して17,600円。値段的にはまあまあだけど、Wi-Fi が部屋で使えないというのが、実に残念な宿なんだぜ。あんたはネットがないと生きていけないからね。ホテルをチェックアウトして、山陰線で、嵐島駅にやってきました。ここに何があるかといえば、足立美術館なんだぜ。足立美術館のホームページだと、安木駅からバスが出てるってことだけど、ここからも出てるんだぜ。でもここから足立美術館に行こうとしたのは中の人一人でした。車内放送がないバスで20分揺られ。はい、次は鷺の湯温泉足立美術館前。鷺の湯温泉足立美術館前です。はい、次、足立美術館前となります。20分、うんちゃんが喋りっぱなしだったな。そして、こちらの橋を渡ってください。はい、イエローバスご利用いただきましてありがとうございますね。お降りの際忘れ物をないようにお願いいたしますね。はい、ありがとうございます。はい、200円ですね。あ、こちらの方に入れて。はい、ありがとうございます。はい、気をつけて。ありがとうございます。うんちゃんの独演会バスは200円でした。あのべしゃりだけでも200円の価値はあったんだぜ。全面展望動画でも撮ればよかった。白ナンバーなんだな。最近のど田舎のバスはそうみたいよ。バスを見送って振り返ると、おお、滝があるんだぜ。やっぱり風流なところなんだな。おお、田舎にしちゃでかい建物が。あの橋を渡ると、やってきました足立美術館。紅葉してるな。この奥が鷺の湯温泉になってるのよね。急に人が多くなった。それでは行きましょうか。料金は2300円。無料のコインロッカーもあるので、荷物があっても大丈夫です。音声ガイドがあるので借りてってみますか。料金は600円なんだけど、結論から言えば必要なかったな。絵のところに詳細な説明があって、内容もガイドと全く同じです。これがアメリカの雑誌で、21年連続日本一に選ばれた日本庭園。日本庭園なら世界一でもいいような気もするけどな。こちらが美術館を作った足立さんですね。むむ。この滝は、そう、さっきのあの滝。あの滝も庭園の一部だったんだな。さて、美術館では、庭園の撮影はできるけど、日本画とか陶磁器は撮影禁止で、動画にできるのはこの辺りなのよね。どんな絵があるのか気になる人は、現地に行ってみてくれだぜ。美術館の見学が済んだら、せっかく隣に源泉かけ流しの温泉があるのだから、今夜のお宿はここにしました。由緒書きがあるんだぜ。奈良時代に白鷺が温泉に使ってたからって書いてあるね。その手の話は全国どこにでもあるな。3軒の温泉宿があるんだけど、一番お手頃価格な安木園さんに来ました。こっちは宿の入り口じゃないようだぞ。
チェックインの時間から大幅に早く着いてしまったんだけど、入れてもらえることになりました。お部屋は6畳。宿全体もそうですが、田舎の親戚の家に来たっていうような感じです。だけど、ここは Wi-Fi が使えるんだよな。この辺は昭和の宿っていう感じだな。トイレはシャワートイレじゃないな。まあ、このタイプだと、大掛かりな工事をしないとシャワートイレ化は難しいでしょうね。安木園さんには、大浴場とは別に貸し切り風呂があって、貸し切り風呂の方は空いてれば深夜でも入れるとのことで、その時の映像です。無色透明で40か41度くらいのしっとりとしたいいお湯だったんだぜ。暗いですが、こちらが露天風呂。この日は空いてたから、何回もいいお湯に浸かれて大満足なんだぜ。こちらが夕食。鍋は鶏鍋で、卵とじで食べるのが良かったんだぜ。安木園さんのお代は、じゃらんで予約して12,550円。まあ、設備が古いから、ちょっとお安くなってるんだろうな。でも、この値段はお買い得なんだぜ。翌日、また松江まで戻って、高速バスの旅。島根の見どころは、これで全部見えたのかだぜ。全部は無理だけど、松江近辺の主要なものは見たでしょ。ふむ。ということで、動画はこの辺でお開きにします。この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録をお願いします。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。